君が新任の指揮官か。そうか、間違っていなかったようだな。はじめまして、私がこの基地の指揮官だ。とは言っても、明日より別の場所で指揮を執るので、ここに来るのは今日が最後なのだが。後任となる君が本日この基地に到着すると聞いたのでな。一度会っておかねばならないと思い、待っていた。君はこの会社に来る前にも部隊の指揮を執っていたという話は聞いている。傭兵部隊では勝手が違うところもあるだろう。この基地に関して不明な点があるならば、これから部隊と基地の運営に関して説明を行おうと思っているが、どうだろうか。着任手続きはすでに終えている。説明が不要であれば、そのまま部隊の指揮に当たってくれても構わない。了解した。それではこれより説明をさせてもらおう。が、その前に一つ大切なことを伝えておきたい。ご存知の通り、私たちは PMC、傭兵派遣を行う会社だ。そのため、どのような組織からのどのような依頼であっても、契約した以上達成する義務がある。どうかそのことを忘れないでほしい。では、部隊の運用を実戦形式で説明を行う。今回の訓練用に簡易的な訓練地を確保している。本部に移動したら依頼一覧を確認してくれ。そこでまた説明を行う。お帰りをお待ちしておりました。部隊の指揮をお願いします。ここでは現在届いている依頼の一覧が確認できる。つまり部隊の派遣先の一覧だ。依頼地域での戦闘に至るまでの経緯を確認することができる。また、大まかではあるが、派遣先の地形もここで確認することができる。派遣先を決定すると、依頼内容に関してのブリーフィングが始まる。ブリーフィングでは、依頼内容と作戦についてより詳細に確認することができる。また、ブリーフィングが終了すると、派遣先に展開している全勢力についての情報が確認できる。私としては
ここで各勢力間の同盟関係をよく確認してほしいと思う。誰が敵で誰が味方かを把握しなければ作戦も立てにくいだろうからな。同盟関係については図中の赤線部分を確認してくれ。今回は依頼一覧から演習場を選択して開始してくれ。そうすると戦闘マップに移動する。そこから指揮系統の説明を始めるぞ。現在依頼の来ている援軍要請先の一覧です。各員に通達。ではこれより演習を開始する。まずはじめに部隊の選択と移動に関して説明しよう。部隊へ指示を行うにはまず指示を与える部隊を選ぶ必要がある。部隊を選ぶには画面中央に表示されているカーソルを動作し指示を与える部隊に合わせてから押す。これで部隊の選択ができる。部隊が選択された状態にあるとき画像の位置にコマンドメニューが表示される。コマンドメニューでは真ん中に表示されているコマンドが現在選択されているコマンドとなるので覚えておいてほしい。次に部隊の移動だ。コマンドメニューで移動コマンドが選択されているかどうかを確認してほしい。もし移動コマンドが選択されていなかったらコマンドを移動コマンドに切り替える必要がある。
移動コマンドでは画像のように選択した部隊の周囲に部隊が移動可能な範囲が表示される。この範囲内で移動したい地点までカーソルを動かし移動先を決定する。そうするとその地点までの移動経路が表示される。だが注意してほしいのは、移動先を選択した時点ではまだ移動は行っていないということだ。移動先を選択した後で別のコマンドを実行することで初めて移動が行われ、移動先で指示したコマンドに応じて部隊が行動を行う。単純に移動のみを行いたいときには、移動先を選択した後でコマンドメニューから待機コマンドを実行するんだ。こうすることで部隊は指定した移動地点まで移動し行動を終了する。と説明を行ったが、実際に行動してみるのが一番わかりやすいだろう。マップ上に歩兵部隊を配置している。彼らに移動指示を行ってみてくれ。部隊の行動が終了したようだな。このように部隊に対して指示を行い行動させる期間のことを行動フェーズ。行動フェーズでは一つの部隊につき1回の行動が行える。この行動フェーズで部隊に指示を行い任務を達成することが戦闘マップにおける目標となる。部隊の行動が終了したらフェーズ終了を選ぶ。そうすることで
行動フェーズを終了することができる。なお、行動フェーズを終了すると配置フェーズとなる。配置フェーズでは基地内で編成した部隊を配置して戦闘マップで使用することができる。配置は拠点で待機している部隊を戦場に出撃させることだと考えると分かりやすいだろう。配置を行うには図に書いたような制限がある。その上で配置可能な建物地形を選択し、部隊を配置させるという手順が必要となる。部隊の配置操作の確認は終了となる。依頼を受け、作戦を開始して最初に行うことは編成した部隊を展開することだ。展開する時の陸海空の戦力バランスには細心の注意を払ってくれ。しかし今回は配置フェーズで行えることはないので、行動フェーズを終了したらそのまま配置フェーズも終了してくれ。配置フェーズも行動フェーズの時と同様にターン終了を選択することで配置フェーズを終了できる。
行動フェーズと配置フェーズが終了すると、自分の陣営の行動が終了する。プレイヤー陣営の行動が終了すると、参戦している他の陣営が順番にフェーズを進行させ、すべて陣営の行動が終了するとターン終了となる。ターンが終了すると、再度自分の陣営の行動フェーズが始まる。それぞれの依頼にはタイムリミットとなるターン制限がある。戦闘マップで勝利条件を満たせないままターン制限までターンが進むと敗北となるから気をつけてくれ。各員に通達。部隊の移動とマップでの進行について理解してもらえたかな。それでは次に戦闘マップで戦闘に勝つための方法を説明しよう。戦闘に勝利する条件は至って単純だ。敵対している全ての勢力の部隊を全滅させるか、敵対勢力の全ての首都もしくは司令部を占領破壊するだけでいい。だがそれ以外に特定の条件を満たすことで戦闘に勝利することが可能な場合がある。勝敗条件というものがその特殊な条件となっている。勝敗条件に設定されている目標は図のように名称が星で囲まれてマップ上に表示される。部隊や地形の種類により図中の表にあるような条件を満たすことで達成が可能だ。このマップでは移動目標を設定している。実際に部隊に指示を出して目標地点まで移動させてくれ。
認した。移動と勝敗条件に関する説明はこれで終了だ。最後にもう一つ、移動に関連した重要な要素として索敵というものがある。この機会に索敵に関しても説明を行う。部隊の移動を行った際に、図のようにマップ上の暗くなっていた部分が明るい表示に変化したかと思う。これは敵部隊を索敵する索敵範囲を表していて、明るい色のヘックスはそこに敵部隊が存在するかどうかの確認が行われた状態となっている。つまり図の状態は部隊が移動したことによって索敵範囲が広がったことを表している。部隊と建物ヘックスには索敵範囲もしくは視界という能力があり、部隊や建物ヘックスの周囲に敵がいるかどうかの探索を行っている状態となる。部隊の場合は移動を行う間も索敵をするため、図のように索敵範囲を広げることができるということだ。もし暗くなっている索敵を行っていない箇所に敵部隊がいた場合、マップ上には表示されないので、部隊を移動させる際には注意してくれ。索敵に関する説明は以上だ。では次の説明に移る。行動終了。各員に通達。それでは攻撃に関する説明を始める。部隊は1から10機の兵器で構成されている。兵器にはそれぞれ耐久力という値があって、これが0になると破壊される。部隊を構成する全ての兵器が破壊されると部隊は全滅となる。その耐久力を減少させる行動が攻撃だ。攻撃を行うには攻撃コマンドを使用する。部隊選択後や移動先を指定した後で攻撃コマンドに切り替えてくれ。なお選択
している部隊が攻撃できる状況にない場合には攻撃コマンドは表示されない。攻撃ができない時には移動先や武装の残弾数をもう一度よく確認してほしい。攻撃の種類には大きく分けて2種類ある。敵に隣接して行う直接攻撃と2ヘックス以上離れた位置から攻撃を行う間接攻撃だ。2つの特徴は図に記載されている通りとなる。それでは試しにマップ上にいる敵部隊に対して攻撃してみてくれ。敵部隊を撃破しました。敵部隊の全滅を確認した。ここでは占領と建物地形に関して説明を行う。まず建物地形に関してだ。地形の中で何らかの機能を持つ地形を建物地形という。
占領することで各陣営の勢力下に置くことができる。建物地形の機能として、複数の部隊を建物地形の中に退避させる収納や、味方勢力と建物地形周辺の索敵情報の共有などがある。これらの建物地形に関する個々の情報は、ゲームメニューの情報ウィンドウにある地形情報一覧にて確認することができる。次に占領・破壊について説明しよう。占領と破壊はどちらも敵や中立の建物地形を目標に行う行動になる。占領は歩兵で建物地形を制圧し、自制力の建物として使えるようにする。破壊は爆弾やミサイルなどの武装で建物地形に対して攻撃を行い、破壊することで敵陣営の建物地形の機能を停止させることができる。ちょうど戦闘マップ上に勝利条件となっている建物地形があるので、この建物地形を占領してみてくれ。占領を行うには、歩兵部隊を建物地形の上に移動させる必要があるということを忘れるな。
終了。各員に通達。ターンを開始します。目標としていた建物地形の占領が完了したようだな。先に説明したように、自制力の建物地形では部隊を収納することができる。収納を行うと図のように部隊の消耗した燃料・弾薬の補充や減少した耐久度の回復が行える建物もある。どの建物地形でどのような補給ができるか把握していてくれ。少々長くなってしまったが、戦闘マップでの説明はこれで終わりだ。それでは基地へ戻ろう。作戦目標達成。我々の勝利です。本作戦の明細が来ております。ご覧ください。それでは最後に、この基地にある施設について説明を行う。ここが本部施設だ。この基地の中核をなす部分だな。依頼の確認や部隊の編成はここで行うことができる。また、基地内の施設の拡張に関しても、この施設で受け付けている。次に研究所だ。戦闘マップで遭遇した兵器などの情報を確認することができるほか、研究所で兵器の改良ができる。こっちは格納庫だな。兵器の売買や部隊の整備など、兵器周りの管理が行える。そしてここが兵舎と医療所だな。ここでは士官の雇用や休養を行うことができる。
基地施設に関しては以上となる。これで部隊運用の説明を終わるが、これらの説明は部隊運用の一歩に過ぎない。すべてを説明できないのが惜しまれるが、あとは君の力で解決してほしい。君の武運を祈っている。お疲れ様です。次の出撃に備えましょう。